皆さんこんにちは。今回は僕が使っているサムスンの G9 オデッセイというディスプレイがレーシングシミュレーターをやるのに非常に適したディスプレイだと思ったので紹介したいと思います。ちょうどこの動画を作ろうと思っていた時に G9 オデッセイ Neo という新型が出るということが分かりまして、1ヶ月くらい前に購入した自分としては少しショックなんですが、その新型というのがミニ LED を採用して表示性能がかなり強化されているみたいです。ただ、モニターの形状は同じなので、ある程度、現行型のレビューも参考になるのではないかなというふうに思います。レーシングシミュレーターに適しているということなんですけど、中でも、コードマスターの F1 シリーズをやるには、個人的には現状ベストなモニターなんじゃないかと思いました。このあたりの理由も踏まえながら紹介していきたいと思います。まず G9 のスペックなんですが、サイズが49インチ、解像度が 5120×1440、アスペクト比が32対9という横幅が非常に広いスーパーウルトラワイドというカテゴリーのディスプレイになります。通常のディスプレイのアスペクト比が16対9、ウルトラワイドのアスペクト比が21対9なので、通常の2倍、ウルトラワイドの約 1.5 倍の横幅の広さを持っています。通常の2倍ということですが、G9 オデッセイだと通常の27インチディスプレイを2つ並べた大きさと同じになります。なのでこのモニター1つで27インチのデュアルモニターの環境相当になります。このように横幅が非常に広いディスプレイなんですが、もう一つ他と違った特徴があります。それは湾曲率です。見てください、この曲がり具合。すごいですよね。G9 の湾曲率はなんと 1000R です。他のウルトラワイドまたはスーパーウルトラワイドの製品のほとんどが 1800R または 1500R の湾曲率なので、 G9 の方がよりきついカーブになっています。発売当時は唯一 1000R を実現しているディスプレイだったのですが、今現在だと MSI のモニターで 1000R のものがあるみたいです。ただ、それでも49インチのスーパーウルトラワイドの中では未だに唯一 1000R を実現しているディスプレイとなっています。1000R の何が良いかと言いますと、湾曲していることによって視線の左右の移動が減り見やすくなるのと、1000R という湾曲率が人間の視野にかなり近いということで、目の疲労軽減になるようですし、没入感の向上にもつながります。このように圧倒的な横幅と湾曲率によって非常に高い没入感のゲーム体験ができるようなディスプレイとなっています。では次にレーシングシミュレーターとの相性について、実際にコードマスターの F1 シリーズをやった時の印象を踏まえながら話していきたいと思います。まずこちらが G9 に変える前に使っていた40インチのテレビで F12020 をプレイしている時の様子です。このように F1 シリーズをコックピット視点でプレイすると左右のサイドミラーが見れなくなります。F1 カーの場合、バックミラーがついていないので、後方を確認する唯一の手段が断たれてしまいます。一応ゲーム内の設定でバックミラーを表示したり、後方を確認する操作があったりはするんですが、現実世界ではありえないことなので、没入感を損ねることにつながるので、個人的には使わないようにしていました。なので、後方を確認する手段としては、ゲームが表示してくれるマーカーに頼っている状況でした。続いてこちらが G9 導入後のコックピット視点です。どうでしょうか。かなり見渡しが良くなりましたよね。サイドミラーを表示してもまだ左右に少し余裕があります。実際に後方を確認する際は視線をミラーに向けて確認する感じになるので、実車の運転とさほど変わらない感覚になります。ただ、普段運転している速度域とは全然違うので、確認できるのもほんの一瞬だったりするんですが、そこもまたリアルかと思います。この G9 にたどり着く前に、トラック IR というヘッドトラッキングを試したこともあったんですが、モーションシミュレーターと併用すると、頭がシミュレーターによって動いてしまうので、ちょっと相性が悪かったり、一応設定である程度頭のブレを調整はできるんですが、頭に専用の装置をつけるのも少し面倒だったりで、すぐに使うのをやめてしまいました。特別な装置がなくとも、常時サイドミラーが表示されている方が、圧倒的に実車の感覚に近づきます。あと設置環境に依存する話にはなるんですが、僕の SIM 環境が壁ギリギリに設置していて、さらに隣が作業用の机なので、部屋のスペースの限界でトリプルモニターの環境は作れなかったんですね。でも、モニターの横幅が物足りなくなったので、スーパーウルトラワイドにたどり着いたのですが、
スーパーウルトラワイドだと今現在49インチのものが最大サイズで、ほとんどのモニターの横幅がだいたい121センチなんですよ。でも G9 だと湾曲率が高いので、横幅もキュッと縮まる感じになるので、だいたい115センチになって、他のモニターよりも6センチくらい横幅が抑えられるんですね。なので、この湾曲率が高いということが、先ほど説明した通り、没入感を高めるだとか、目の疲労軽減になるだとかの効果もあるんですけど、さらに6センチですけど、小スペース化にもなって、設置場所の厳しい自分にとってはいいこと尽くしでした。あとは縦幅についてなんですけど、ウルトラワイド型のモニターにすると、モニターの縦幅が狭くなるので、高さが物足りないから3モニター環境の方が良いというような情報も見かけたんですけど、僕は全然気にならなかったですね。もともと40インチのテレビを使っていたので、その時の高さが約48センチ、オデッセイ G9 が約34センチで、G9 への移行で縦幅が10センチ以上狭くなりました。僕自身も縦幅が小さくなることで没入感が下がったりしないか心配だったので G9 の購入をしばらくためらっていたんですけど、いざ使ってみて自分は全く気にならなかったです。レースゲーム中心なのであまり上方向を見ることが少ないからなのか、視線が路面に集中しているからなのか、プレイ中モニター以外のものが視界に入ってくることもほとんどないですし、とにかく横幅が広いので視界一面ゲームの世界で覆われるので没入感がかなり上がりますね。あと、今ここに映っているようなゲーム画面の映像だけだと、横幅が広くなった分、一見視界が引いているような状態に見えるので、その結果、没入感が下がるんじゃないかとか心配になる方もいるんじゃないかと思うんですけど、こちらについては、ゲーム画面の映像だけだと確かにそのように見えたりするんですけど、今、ここに映っている映像を見てもらうと少しは伝わるかなと思うんですけど、プレイ中に見えている視界としては、こんな感じになるので、結構距離が近いです。なので、16対9のディスプレイからの移行でも特に違和感はないですし、サイドミラーを見たければ視線をそらしたり、頭ごとずらしたりして確認することになるので、視界が引いてて、サイドミラーが常に見えてるみたいな感じではないので、個人的には没入感の低下につながるようなことは一切なかったです。むしろ、サイドミラーがいつでも見れる分、確実に没入感が上がってます。それと、また湾曲率の話に戻ってしまうんですけど、この 1000R で湾曲しているという形状が、ちょうど F1 カーのハローを連想させて、コックピットに乗っている感覚により近づいたと感じました。ハローがディスプレイの上部を帯状に追うようにして表示されていて、で、ディスプレイも弧を描いていて、まあ実際のハローはもっときついカーブになっているんだとは思うんですけど、それでもコックピットに包み込まれているような演出ができていまして、本当に別のゲームになったんじゃないかと思うくらい、かなり没入感が高まりました。なので、コックピット視点でプレイすることで、よりこの湾曲した形状の恩恵を得られるんじゃないかというふうに思います。F1 シリーズに限らず、例えばフロントウィンドウが湾曲している宇宙船とか飛行機とかのゲームをコックピット視点でプレイすると、同じような恩恵が得られるのではないかというふうに思います。まさにゲームチェンジャーといった感じです。ここまで良い点ばかりを伝えてきたのですが、最後に一つだけこのモニターの悪い部分を紹介したいと思います。ちょっとこちらの音を聞いてみてください。なんか静電気が発生した時のようなパチッっていうような音が聞こえましたでしょうか。こちらなんですが、ポップオンというものらしく、この G9 を使っている最中に本体から発せられる音です。個体差はありそうなんですけど、僕が持っている個体固有のものというよりは、ユーザーから多数の報告が上がっているので、G9 が抱えている共通の症状のようです。YouTube で G9 ポッピンサウンドのキーワードで検索すると結構ヒットします。だいたい使い始めて1時間くらいの間と、電源を落とした後の1時間くらいの間に不定期にこのようなポップ音がします。調べたところによると熱が関係しているらしくて、作動中に結構発熱するので、その時にプラスチックが膨張するのに由来するのではないかというふうに言われています。僕の購入した G9 の製造が2021年6月のものでしたので、つい最近のものでも発生しているので、まだ解決していないものと思われます。これから発売する新型ではユーザーからの報告が多いので、もしかしたら対策されているかもしれません。この音なんですが、しばらくしたら止むのと、そんな頻繁に発生するものでもないので、僕はそんなに気になってません。
あとは、レースゲームでの利用が中心なので、プレイ中は常にエンジン音が鳴っているような状態なのも気にならない要因かと思います。逆に、RPG とかでシリアスなシーンでこのようなポップ音が鳴ったら雰囲気を壊したりするようなこともあるのではないかなというふうに思います。このように、プレイするゲームの種類だったり、通常のデスクワークなど、用途によっては小さな音でも気になる方にはお勧めできません。このような欠点があっても、レースゲーム用途においては、それ以上にはるかにメリットの方が上回っているので、G9 オデッセイは最高のディスプレイだと思っています。今日は G9 オデッセイの紹介でした。本日は皆様ご視聴ありがとうございました。